皆さんこんにちは、えっちゃりんこです。いつもご視聴ありがとうございます。2025年2月、娘たちが帰国しました。家族が揃ったのは4年半ぶり。次女のボーイフレンドや長女の友人もやってきて、賑やかに過ごしましたので、最後までどうぞお楽しみください。長女を迎えに市電で鹿児島中央駅に向かっています。鹿児島でも珍しく雪が降りました。フランスからの長旅で疲れているはずなのに、早速ウィンドウショッピング、それから和風スイーツに直行です。でもこの後は家に帰りゆっくりしましたよ。次の日、前日に降った雪が少し残っています。桜島も中腹まで雪化粧した姿が見られました。この日は鹿児島一の繁華街天文館で一日ブラブラしました。長女も大好きなスリランカ鹿児島でランチ、いつものヌードルカリーをいただきました。日本の伝統的な手芸、刺し子が大好きな長女はいくつか材料を買っていました。また日本のコスメは可愛いものが多いようで、いつまでも見入っていましたね。おやつの時間は宝楽まんじゅうを食べに行きました。出来たての熱々が食べられるのがとっても嬉しいです。長女は次の日から5日間、日本のおじいちゃんに会うために名古屋で過ごします。次の週、アメリカに住む次女がボーイフレンドのニックを連れて鹿児島にやってきました。前日の夜、東京から飛行機で到着したばかりですが、朝にはランニングを頑張っています。ダディも今年はマラソンに挑戦するので張り切っています。お昼は県民交流センターの中にあるカフェグランマノンに行きました。次女はこちらのスパゲッティが大好き。昔ながらの純喫茶風でとても落ち着く空間です。食後は近くにある鶴丸城の五郎門を見に行きます。1873年に火災で焼失しましたが、2020年に日本最大の城門として復元されました。奥の石垣には1877年、日本で最後の内戦である西南戦争の銃弾や砲弾の跡が残っています。次に向かったのは桜島フェリーターミナル。せっかくなので鹿児島のシンボル桜島へ足を運んでみようと思います。桜島までフェリーで15分。観光客だけでなく、地元の人々も通勤通学などに利用しています。桜島は錦江湾の中にあり、鹿児島市街地から海を挟んでわずか 4km の場所にあります。市内のさまざまな場所から毎日のように眺めることができ、地元の人々にとっては非常に親しみ深い存在です。桜島は活火山で高さ1117メートル。風向きによって市街地にも火山灰が降ります。生活に影響を与えることもありますが、地元の人々には共生する意識が根付いています。さあこちら、フェリーを降りて歩いて来られる溶岩渚公園で足湯を楽しもうと思います。全長約100メートルの日本最大級の足湯は地下1000メートルより湧き出る天然温泉です。
桜島特産の桜島大根はその大きさでギネスブックにも認定されています。短い滞在でしたが、またフェリーに乗って帰ります。帰りのフェリーの中で次女とニックは名物やぶ金のうどんを買いに、出発してすぐに列ができています。15分の船旅で食べきれるよう注文してすぐに出来上がります。定番のかけうどんにはさつま揚げが入っています。フェリーを降りてやってきたのは市役所前にあるレトロな路地裏、名山堀というエリアです。昼間はひっそりとしていますが、夜になると居酒屋などの明かりが灯り、レトロな雰囲気が一層増すのだそうです。昔ながらのお店に加え、リノベーションをした新しい飲食店なども増えているそうです。ここだけタイムスリップしたような魅力的な場所で、たくさん写真を撮りたくなってしまいます。今日もたくさん歩きました。天文館でおやつにします。やってきたのはダンケンコーヒー。次女は滞在中に中央駅にあるパン屋さん、ベッカライダンケンにも必ず行くと言っています。まだまだ続きますが、今回はこの辺で、またパート2でお会いしましょう。またね。